日本語おしゃべり道場。皆さんこんにちは、リコです。こんにちは、りょうたです。今回のテーマは日本の宗教ですね。りこさん、よろしくお願いします。よろしくね。さて、今回のテーマ、ちょっと難しそうって思うかもしれないけど、実は日本の生活にとっても深く関係しているんだよ。りょうたくんは自分は何か宗教を信じているって聞かれたら、なんて答える？そうですね。正直僕は特定の宗教を強く信じているわけではないです。無宗教っていうんですかね。でも、お正月には神社に行くし、お葬式はお寺でやりますね。そうそう、それがすごく日本的なんだよね。多くの日本人は私は無宗教ですって言うんだけど、生活の中には神道と仏教が混ざっているの。ああ、神道と仏教ですね。その2つってどう違うんですか？外国人の友達によく聞かれるんですけど、うまく説明できなくて。なるほどね。じゃあまずは神道から話そうか。神道は日本に昔からある考え方で、自然のものすべてに神様がいるっていう宗教なんだよ。山とか川とか大きな木とかね。あ、それは聞いたことがあります。八百万の神ってやつですね。さすがよく知ってるね。そう、神様がたくさんいるの。で、その神様がいる場所が神社だね。神社の入り口には何があるかわかるかな？えーっと、赤い門みたいなやつですよね。鳥居でしたっけ？正解。鳥居はここから先は神様の場所ですよっていう合図なんだよ。神社はね、今の生活だとお祝い事の時によく行くかな。例えば赤ちゃんが生まれた時とか、七五三とか結婚式とか。確かに、結婚式を神社でする人いますよね。袴と着物を着て、かっこいいな。でも結婚式は教会でする人も多いでしょ？あ、そうですね。ウェディングドレスを着て、キリスト教のスタイルでやりますね。あれ？でも、日本人はクリスチャンがすごく少ないって聞きましたけど。その通り。日本人の面白いところは、宗教を信じるものとしてだけじゃなくて、イベントや文化として楽しんでいるところなんだよね。だからクリスマスも大好きだし、ハロウィンも大好き。でもお正月になると急に神社に行って、今年もいい年になりますようにって手を合わせるの。確かにそうですね。12月25日はケーキを食べて、1週間後の1月1日には神社で着物を着ている。外国人から見るとちょっと不思議に見えるかもしれませんね。そうだね。ここでちょっとリスナーのみんなに聞いてみたいな。みんなの国では宗教はどういうふうに生活に関わっているかな？日本みたいにいろんな宗教が混ざっている国ってあるのかな？ぜひコメント欄で教えてほしいな。気になりますね。ぜひ日本語で書いてみてください。さて、話を戻そうか。次は仏教についてだね。仏教はずっと昔にインドから中国を通って日本に入ってきた宗教だね。お寺ですね。お寺には仏像がありますよね。うん。仏教はどちらかというと人の死に関係する行事が多いんだよ。お葬式とかお盆とかね。お盆って夏にあるご先祖様が帰ってくる期間のことですよね。そう。だから日本人の一生を表す言葉で、神道で生まれてキリスト教で結婚して仏教で死ぬなんて言われたりするんだよ。面白い言葉ですね。でも言われてみれば本当にその通りですね。あと神社とお寺ではお参りの仕方が違うのを知ってる？え、そうなんですか？全部同じだと思ってました。手を合わせてお祈りするだけじゃないんですか？ちょっと違うんだな。まず神社。神社では手を叩くんだよ。パンパンって。あ、思い出しました。二礼二拍手一礼ですよね。お、すごいじゃん、りょうたくん。よく勉強してるね。そう。まず2回お辞儀をして、2回手を叩いて、最後にもう1回お辞儀をする。手を叩くのは神様に来ましたよって知らせるためとか、悪いものを追い払うためって言われているよ。なるほど。じゃあ、お寺はどうなんですか？お寺では手は叩かないの。静かに手を合わせるだけ。合掌って言うんだけどね。え僕、お寺でも思いっきり手を叩いてました。恥ずかしい。
まあ知らなかったら仕方ないよ。神様も仏壇様もそんなに怒らないと思うけどね。でも次からは気をつけてみて。鳥居があるのが神社で手を叩く。お墓があったり仏像があるのがお寺で手は叩かない。わかりました。鳥居はパンパン、仏像は静かにですね。覚えました。あとね、お守りについても話しておこうか。りょうたくんはカバンにお守りつけてる？つけてます。これは交通安全のお守りです。神社で買いました。お守りも日本独特の文化かもしれないね。試験に合格するための合格祈願とか、健康のための無病息災とか、いろんな種類があるよね。あれは神様や仏壇様のパワーが入っているから大切に持っていないといけないんだよ。1年経ったら返さないといけないんですよね。そうだね。基本的には1年経ったら買った神社やお寺にお返しして新しいのを買うのが一般的かな。古いお守りには守ってくれてありがとうって感謝するの。日本の宗教観ってすごく感謝を大事にしている気がしますね。ご飯を食べる時のいただきますも命への感謝ですし。その通りだね。いただきますも実は仏教の考え方が少し入っているんだよ。すべての命に感謝するっていうね。だから日本人が無宗教だっていうのは特定の厳しいルールがある宗教団体には入っていないっていう意味であって、神様や仏壇様を信じていないっていう意味ではないんだよね。なるほどな。毎日の生活の中に自然と祈りや感謝が溶け込んでいるんですね。なんだかすごく素敵なことに気づけた気がします。そう思ってもらえたら嬉しいな。観光で日本に来る外国人のみんなも神社やお寺を見るときは建物の美しさだけじゃなくて、そこで日本人がどうやってお祈りしているか、どんな雰囲気かを感じてみてほしいな。そうですね。神社は空気がきれいですっきりするし、お寺は心が落ち着いて、それぞれの良さがありますもんね。うん。みんなも日本に来たらぜひおみくじを引いてみてね。運勢を占う紙なんだけど、英語で書いてあるところも増えているから楽しいと思うよ。大吉が出たらラッキーですね。そうだね。もし今日が出ても神社に結んで帰れば大丈夫だから安心してね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうか。そうだね。今日の話が面白かった、役に立ったと思ったら、ぜひいいねボタンを押してね。チャンネル登録も忘れずにお願いします。これからも日本のリアルな文化や日本語について話していきます。それじゃ、また次のエピソードで会いましょう。さようなら。バイバーイ。